今日はアップルパイを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はアップルパイを作りたいと思います。はい、ということで今回のアップルパイは中のリンゴのフィリングを少しカラメル風味にしていきたいと思います。さらに冷凍パイシートの切り方にもポイントがあります。材料が手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。リンゴ、冷凍パイシート、お砂糖、有塩バター、シナモンパウダー、卵黄、お水。今回はこちらの材料で作っていきます。まず今回使用するリンゴなんですが、こちらは富士リンゴを使用していきます。このリンゴに関しましては、お好みの品種を使ってください。約 270g のリンゴを使っていきます。そして今回のポイントはバターですね。通常ね、無塩バターを使ったりするんですが、今回はあえて有塩バターを使っていきます。このね、バターの塩味が加わることで、リンゴの甘みが引き立って、とても美味しい仕上がりになります。そしてシナモンパウダーに関しましては、お好みがあると思うので、苦手な場合は抜いて作ってください。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。では作っていきます。まず最初にね、リンゴから切っていきます。リンゴを半分に切ります。そして4等分にしましょう。4等分にしたら、こちら種と芯を取り除いていきます。そして皮を剥いていきます。はい、ではね、残りも同じように芯と種を取り除いて皮を剥いていきます。はい、このように皮を剥いてください。そしたらですね、こちらのリンゴをまた縦半分に切ります。縦半分に切ったら、今度はですね、これをだいたい1センチ幅ぐらいで切っていきます。はい、このように切っていきます。ではね、残りも同じように切ります。はい、リンゴはこのように切ってください。それでは続いてフライパンでカラメルを作っていきます。まずフライパンにお砂糖です。そしてお砂糖をめがけてお水大さじ1/2加えます。そしてね、まずお水をなじませてください。はい、そして水全体になじんだら火にかけます。火加減は中火です。このままね、色が変わるまで加熱していきます。加熱している最中は中を絶対に触らないようにしてください。ここで触ってしまうとお砂糖が結晶化して固まってしまいます。なのでね、ちょっとね、触りたくなるんですが、このままね、色が変わってくるまで加熱します。はい、で今ね、このようにちょっと色が変わってきました。そしたら火加減弱火にします。そしてこのように全体を回します。そして色をね、均一にしていきましょう。このぐらいかな。お好みのね、カラメルの色ぐらいの手前ぐらいで火を止めます。結構すぐ色が変わってくるのでね、注意してください。そしたらですね、火を止めてここにリンゴを入れていきます。そしてまず火を止めた状態で絡めていきます。はい、で全体に絡めたらもう一度火にかけてください。このまままずね、2分ほど加熱していきます。火加減は弱めの中火です。時折ね、このように混ぜながら加熱していきましょう。はい、今ね、2分経ちました。そしたらですね、一度蓋をします。そして火加減弱火にしてください。このままだいたい5分ほど蒸し焼きしていきます。はい、5分経ちました。蓋を開けます。一旦ね、混ぜましょう。こんな感じでね、だんだんリンゴもしんなりしてきます。そしたらですね、ここにバターを加えます。有塩バターです。そしてバターを溶かしましょう。火加減ね、弱めの中火ぐらいにしてください。はい、でバターが全部溶けたら、だいたいね、そこから1分から2分ぐらいですね、水分を飛ばしながら加熱していきます。火加減はそのままね、弱めの中火ぐらいです。はい、今ね、2分ぐらい水分を飛ばしました。こんな感じで全体の水分が飛べば OK です。ここで水分が多いと最後焼いた時に水分が出てきてしまうので、水分をしっかりめにね、飛ばしてください。このね、水分を飛ばす時間なんですが、りんごの水分量によっても変わってくるので、様子を見ながらね、飛ばし時間は調整してください。飛ばし終わったら最後ね、シナモンパウダーを加えます。混ぜましょう。
はい、リンゴのフィリングはこれで OK です。そしたら一度ね、こちらはバットに開けて冷まします。このようにバットに開けたら上にピタッとラップを貼り付けてください。これでね、乾燥しないようにしましょう。このままですね、粗熱を取って冷まします。それではですね、フィリングを冷ましている間にこちらの卵液を作っていきます。これはツヤ出しと、あとはね、接着面につけるように作っていきます。まず卵黄を溶きほぐしてください。そしてお水をね、少し入れます。そして混ぜましょう。卵液の準備はこれで OK です。それでは続いて冷凍パイシートを切っていきます。冷凍パイシートはですね、半解凍のちょっと手前ぐらいで作業し始めてください。あんまり解凍させすぎてしまうと作業しにくくなるので注意しましょう。だいたいね、包丁で切れるぐらいの硬さになれば OK です。ではね、まずこちらの1枚のパイシートを4等分にしていきます。今回使用するパイシートは約11センチ、横が約18センチのパイシートです。これを4等分にするんですが、ちょっと今回はポイントがあります。2枚分は大きめに、そして残りの2枚は少し小さめに切っていきます。まあ大体で OK です。ほんの気持ちね、上の方が大きくなるように切ってください。はい、こんな感じ。わかるかな？このぐらい。あとはね、これを半分に切ります。このように切ってください。この大きい方が土台となる部分で、こちらの小さい方が上にかぶせる部分になります。そしたらですね、こちらの小さい方に切れ込みを入れていきます。この切れ込みの入れ方なんですが、3列に入れていきます。上下が3箇所、真ん中が2箇所ですね。そのように切れ込みを入れていきます。では切っていきます。はい、こんな感じです。上下はこのようにね、両端は切りっぱなしの状態にしてください。あとは上下ここに真ん中に1本ずつと、真ん中はですね、2箇所ですね。こんな感じで切れ込みを入れます。ではね、残りも同じように切れ込みを入れていきます。はい、それではですね、こちら大きめに切った方の冷凍パイシートの上にリンゴのフィリングを乗せていきます。今回私が使ってる冷凍パイシートはすでに穴が開いてるものです。もし穴が開いてない冷凍パイシートの場合はフォークで数箇所穴を開けてください。ではここに乗せていきます。はい、このように乗せます。で、周りはね、だいたい5ミリから1センチぐらい開けといてください。そしたらですね、この余白の部分に卵液を塗ります。これがね、接着剤の代わりになります。卵液を塗ったら、こちら切れ込みを入れたパイシートを用意してください。このパイシートですね、真ん中をね、しっかりとこのように手でちょっと広げてください。全体的にね、ちょっと伸ばします。こんな感じでね、穴の部分もしっかりと広げてください。これを上に乗せます。そしてくっつけましょう。はい、こんな感じです。このように周りをね、くっつけてください。そしてしっかりとね、穴からリンゴも少し見えるぐらいにしていただくと仕上がりがね、可愛くなると思います。こんな感じです。ではね、残りも同じように作っていきます。作業するときはね、こういった天板の上でやっていただくといいかなと思います。作業してるとパイシートが柔らかくなるので、こちらの作業は素早く行ってください。なので使ってない冷凍パイシートは冷蔵庫かまたは冷凍庫に入れておくといいかなと思います。では残りも同じように作っていきます。はい、このように形作りました。そうしましたら上に卵液を塗っていきます。こちらはツヤ出しです。はい、このようにツヤ出ししてください。それでは今から焼いていきます。200度に予熱したオーブンで20分焼いていきます。途中でね、焼き色が強くなってしまった場合は上にアルミホイルをかぶせて焼き続けてください。予熱するタイミングなんですが、卵液を塗ってから予熱していただいて OK です。というのも、この卵液ですね、ちょっと乾かしてあげるとよりツヤが出やすくなります。なので、このように卵液を塗って、それからオーブンを予熱してください。予熱が完了するとオーブンがお知らせしてくれるものもあるんですが、そういった機能がない場合はだいたい5分から10分ほど予熱してください。はい、こんな感じでね、美味しそうに焼き上がりました。このぐらいの焼き色を目安に作ってみてください。はい、これでアップルパイの完成です。こんな感じに仕上がりました。断面はこのようにリンゴがたっぷり入って美味しそうに仕上がってます。そしてパイ生地もサクサクです。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。いただきます。美味しい。パイの部分がサクサクで、中のリンゴも少し塩味があって、それがアクセントになってすごく美味しいです。
はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のアップルパイのポイントです。まずリンゴなんですが、皮を剥いて種と芯を取り除いて、その後ですね、だいたい1センチ幅ぐらいでスライスしてください。そしてフィリングを作る時なんですが、お砂糖を少しカラメル風にして、そこにリンゴを絡めて作りました。カラメル風味を加えることで、とても味わい深くて美味しいアップルパイに仕上がります。このカラメル状にする時なんですけれども、お砂糖に水を加えて火にかけたら、その後は色が変わるまで絶対中は触らないようにしてください。この時に中を混ぜたりしてしまうとお砂糖が結晶化してしまいますので注意していただけたらと思います。そして少し色が変わったら火加減は弱火にして、その後ですね、全体の色をなじませながらお好みのカラメル具合の手前ぐらいまで加熱してください。結構ね、色が変わってくるとすぐ焦げてしまったりするので、焦がさないようにだけは注意していただけたらと思います。そしてその後ですね、リンゴを加えて、まずね、火を止めた状態でしっかりと絡めてください。その後加熱しながら水分を飛ばして、そして最後にバターを加えてください。そうすることでバターの風味もしっかり残って美味しいフィリングに仕上がります。このバターに関してなんですけれども、今回は有塩バターを使ってます。少しね、塩味が入ることでリンゴの甘みも引き立って、また味のアクセントにもなります。最後にですね、シナモンを加えたんですが、こちらはお好みで OK です。苦手な場合はシナモン抜きで作ってみてください。そして冷凍パイシートを扱う時のポイントです。冷凍パイシートは半解凍よりも少し固めの状態から作業し始めてください。半解凍の状態からやってしまうと、途中でね、パイシートが柔らかくなりすぎてしまう時があるので注意していただけたらと思います。今回は約 11cm×18cm のパイシートを使いました。それを4等分にしたんですけれども、土台となる部分は少し大きめで、上にかぶせる部分は少し小さめに切ってください。そして小さめに切った方には包丁で切れ込みを入れてください。そしてその後ですね、アップルパイの形を作っていくんですけれども、1個の作業をしている時に他のパイシートをそのまま出しておくととても柔らかくなってしまいますので、使わないパイシートは冷蔵庫または冷凍庫にしまっておいてください。その都度ね、作る時に出していただくと作業もしやすくなると思います。そして作る時はですね、まず土台の方にフィリングを入れて、そして上に切れ込みを入れたパイシートをかぶせるんですが、少しね、横に引っ張って穴の部分をしっかり出してから上にかぶせるようにしてください。上にかぶせたら両端をしっかり押さえて、そしてその後ツヤ出し用の卵液を塗ってください。あとはね、焼くだけなんですけれども、今回私はですね、200度のオーブンで20分焼きました。この焼き時間に関しましては、適正な焼き時間がね、オーブンの種類によって変わる場合がありますので、様子を見ながらだいたい15分から20分ぐらいを目安に焼いてみてください。ただ15分以上は焼かないといけないので、15分経つ前にちょっとね、焼き色が濃くなってしまった時は、上にアルミホイルをかぶせて焼き続けてください。そして今回私はオーブンで焼いたんですけれども、こちらはトースターでも焼いていただけます。ただトースターの場合はオーブンよりも非常に焦げやすいので、ある程度ね、いい焼き色がついたらアルミホイルをかぶせて15分以上焼くようにしてください。もし生焼けが心配な場合は、15分経ったら一旦1つ取り出して半分に切って中身をチェックしていただくといいかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はアップルパイを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。